こんにちは。新世界のあずさみこ兼友人チャネラーの三杉ケイティ香織です、チャンネルにお越しくださいましてありがとうございます。今日はですね、ちょっとうちの愛犬ちびちゃんを抱っこしながらリラックスしながらねお話ししたいなと思いまして、ちょっとちいちゃんを抱っこさせてもらってるんですけど、ちいちゃん、なんかあんまり嬉しくなさそうですけどもね、こうやってなんか揺らしてるとたまにね赤ちゃんみたいにこうやって寝るんですけど、結構おばあちゃんです。もうね13歳かなぐらいですって推定なんですけど、保護犬なので一体何歳かわからない時に保護しまして、それからこうね7年ぐらい経ってるんですけど、多分13歳ぐらいかなと思います。でこうやってたまに赤ちゃんのように揺らすと寝てくれるんですね。はい、ちょっとでもどうしようかな、喋るから下ろしてあげないとこのままずっと抱き続けて喋るのもなという感じなんですけど、今日はですね私がチャネリングでつながります龍神について皆さんにお話ししたいと思います。前回はねなんかこう5つのポイントとしてこうカチカチカチと喋るような感じであまりこう私の人間的な部分とかねキャラクターというものをね伝えることができなかったんじゃないかということで、今日はこう犬を抱いてリラックスしてでですね横にワインを用意してます。今日花金で金曜日なんですけど、子供たちをねもう学校に送り届けまして、やっと一人時間が持てておりますので、ちょっとね乾杯して皆さんにちょっと龍神のお話をしていきたいと思います。はい、というわけで、早速ですね、私がチャネリングでつながります龍神について皆さんにお話ししていきたいと思います。まずはですね乾杯させてください。今日花金でフライデーでございます。これねメルボルンのねなかなか美味しいねワインなんですね。甘くってちょっとビタンさんのやつで、ちょっとまた後でこの後ろ写真貼っときますね。ここかここによかったらオーストラリア在住の方、それか旅行される方、ぜひこのワイン買ってホテルなんかで飲んでみてください。なかなかね甘くて甘めが好きな人は好きな美味しい味でございます。じゃあ乾杯。イヤサカって言った方がいいんですかね。なんか古代ではイヤサカって言ってたという風な話をね聞いたことがあるので、じゃあイヤサカということでいただきます。イエイ。美味しい。というわけでですね、もともと私自身はそんな霊感があるというかそういう子ではなかったんですけど、たまに変な夢を見ることがありまして、それがうちの母方のなんか代々お母さんのお母さん、おばあさんとかひいばあさんとかそっち系がちょっとなんかシャーマン気質みたいな感じの人だったらしくって、で多分そこから受け継いでるんですけど、過去には見た夢はですね、福知山線の JR の事故とか、あと東日本大震災もそうですねとか、あとエアアジアの飛行機事故とかですね、そういうものの夢をなんか前日に見るようなことが20歳過ぎてからポンポンありまして、なんかこれなんだろうなというのをずっと思ってたんですけど、特になんかこう幽霊が見えるとかそういう感じの人物ではないんですね。である日ですね、竜のことが気になりだしたんですね。でそのタイミングっていうのは、私東京で一人暮らししてたんですけど、その時に30代半ばだったので、うちの両親ももう私の婚期をねすごい気にしていまして、出雲大社にねお参りに行かれて、縁結びのお守りをね私のために送ってくれたんですね。でそれをね手紙と一緒に受け取りまして、でありがとうと思いながらもちょっとねなんかこうなんかプレッシャーかかるなとかも思いながら、でそれもらって3ヶ月後にですね今主人ですね、オーストラリア人の主人がちょうど日本を旅行してまして、でとある音楽フェスティバルですね、私ヘビーメタルが好きなんですけど、でそのヘビーメタルのイベント、ラウドパークというイベントで埼玉スーパーアリーナで出会いました。でそこでなんかねトントン進んで、結婚することになったわけなんですね。でそこでですね、なぜかわからないんですけど竜が気になり始めたんですね。でその雨というものの存在とかその水の存在というものがいきなり気になりだしまして、でそこでその時はオーストラリア在住だったんですけど龍神カードというものをね購入したくなって、ちょっとお友達にお願いして買って持ってきてもらいました。でそれがこの龍神カードですね。結構もう一般に発売されてるね有名な龍神カードだと思うんですけど、でこのカードでちょっとチャネリングみたいなオラクルカードなので使ってしてみようということで始めたのがきっかけなんですね。
で、そういう、ちょっとしたシンクロニシティみたいなことがパンパン起こりまして、私、奈良県出身なんですけど、近くにはですね、龍神と言いますと、無老の龍穴神社ですね、とか、龍鎮神社とかもございます。で、奈良といえばですね、丹生川上神社とかね、まだ天川神社、あと天川大弁財天社ですね、あと、玉城神社、いろんなね、龍にまつわるね、神社がたくさんあるわけですけども、そのうちの父親もなんか天川神社の方の現場で働いていて、宮司さんとなんか仲良くなったりとか、なんかいろんなところから龍の情報がね、一気に集まってきたんですね。で、それでこの龍神カードを買いまして、で、チャネリングをし始めたわけなんですね。で、その時に、一番最初のチャネリングはですね、終戦記念日か何かかなの時に、急にちょっと直感が降りてきたので、その英霊たちにですね、ちょっとつながって、今の日本人に対してどう思われてますかということであるとか、何か私たちに伝えたいメッセージがありましたらお願いしますということで、この龍神カードを使って英霊からメッセージもらったのが最初なんですね。で、いろんな龍神からのメッセージみたいなものをチャネリングしていく、その過程で、一体私が今つながってる龍神っていうのが、一体どこにおられるのかっていうことが気になり始めまして、で、じゃあ聞いてみようということで、で、カードを使って、聞いてみようという思ってするんですけど、その時にですね、ちょうど、そのカードの、オラクルカードのリーディングする前に、主人がですね、いきなり、日本の映画をね、ダウンロードしてきたんですね。で、テレビにキャストして、見出すんで、再生するんですけど、で、なんか、その映画のタイトルが、片栗家の幸福っていう映画なんですね。松坂慶子さんとか出ておられる映画で、ちょっとなんかスピリチュアルっぽいのかないう感じの映画だったんですけど、で、何もね、不思議に思わず、面白かったんで映画を見てたんですね。で、その後に、夜寝る時にですね、携帯触っていたら、なんだっけ。ちょっとすいません。ここにメモがあるんですよね。怪物は囁くっていうね、木の怪物と少年の物語の、なんか YouTube の動画がなんかトップに上がってきたんですね。ほんで、普通に見てたんですよ、それで。へえと思いながら。で、その次の日かな何かに、NHK のワールドって言って、海外向けの NHK の番組のドキュメンタリーみたいなのがあるんですけど、それを私がなんかパッと選んで再生したのが、多分、飛騨高山かな、岐阜県の。飛騨高山の、彫刻家の方をね、インタビューするような、そういう、特集だったんですけど、で、その彫刻家の方が、彫っておられる木っていうのが、一位の木だったんですね。で、と思っていて、で、それ見終わって、で、オラクルカードで、ちょっと教えてくださいと。龍神はどこにおられるんですかということで、カードでお伺いしたんですね。で、私のサムネイルの方にもちょっといくつか、文言を挙げたんですけど、で、言われたことっていうのが、光がまず降りてる場所で、で、その後ですね、すごい高台だと。山の上のようなところにあると。で、そこに日本の木があるから、そこの日本の木のその一つに宿ってるって言われたんですね。ちょっと待ってね、メモここにあるんで忘れてないかな、他にも言ってること。そうなんですよ。で、と思って、光が降りている場所で、ね、日本の木があって、高台にある場所。どこだろうと思いながら、検索してみるわけなんですね。で、なんとなく引っかかったのが、奥出雲っていうところと、ですね、島根県の奥出雲っていうところと、鳥取県日南町っていうところの境にある、千通山って山があるんですけど、その山の上に、なんか2つの木がどうやらあるようなんですね。でそれが、一位の木っていう木ですね。はい、一位の木が、メスとオスっていうんですか。メカブっていうのかな。大きく広く広がってる方が、女性の方の木で、で、高く、立ってる木が、一位の木が男性の方で、その多分大きな方だと思ったんですね。その、2本あるね、木の。で、多分、この木のことかな、この場所にいるのかなと思って。でも、いや、他にもね、日本の木があって、山の上とかで、光が置いている場所っていうのが気になって、でよくよく考えてみると、千通山って、ヤマタノオロチ伝説があるんですね。で、そこに、
スサノオノミコトが降りてきたっていうね、言われがあるんですけども、言い伝えがあるんですが、光って神様だということで、スサノオノミコトが降りてきた場所っていう意味かなっていうふうに捉えて、多分このね、仙通山のこの山頂にあるこの一位の木じゃないかっていうふうに思ったんですね、その時。でも確証がないなっていうか、確信できるものがないなと思ってたんです。で、たまたまその仙通山を調べていた時に、春頃にね、仙通山に一面の花が咲くと。で、その花の名前っていうのが、カタクリっていう名前だったんですね。で、と思って、昨日見た映画って、カタクリ家の幸福って映画だよねと思って、そこでバーンって大きなシンクロニシティが起こったんですね。でそれでもうすごい鳥肌が立って、と思って、で、そういえば怪物は何だったっけ、怪物はつぶやく囁くっていう昨日ね、映画も見ましたよね、その前日に。で、その昨日映画のタイトル見た時に、開けた時にその木の怪物みたいなのがね、その映画の中に登場するんですけど、その木ってまさかと思って調べたら、一位の木だったんですね。なのでもうそこの2日間で全てがシンクロがね一致したわけなんですね、完璧に。で、もうこれはもう仙通山のこのね、一位の木に宿っておられるんだということで、もうこれ登るしかないと。もうこれは龍神に会いに行くしかないということで、コロナが明けてからだったんですけども、主人とですね、絶対に龍神に会いに行って、ね、龍神祝詞を龍神の目の前で、奉献して、ちゃんとご挨拶すると。で、私は、スピリット的にですね、目覚めて、この世界を生きていくっていうことを、一の龍神にちゃんと宣言するんだということで、はい、登りました。はい。仙通山にですね、登りました。で、当時ですね、子供ね、何歳だ ?8 ヶ月、6ヶ月か、それぐらいの次男と3歳ぐらいの長男を、預けるとこもなかったので、旅行してたのでね、その時に訪れてたので、で、キャリアを借りてね、インターネットでホテルに届けて、で、私、登山経験もほとんどないし、でも主人はめちゃくちゃ鍛えて筋肉もりもり系なんで、全然軽々と言ってたんですけど、私40代で10キロ近くある赤ちゃん子供背負って、ね、1000メーターぐらいの山なんですけど、インターネットでは幼稚園児も登りますみたいな書いてて、楽勝でしょとか思ってたんですけど、もうめちゃくちゃしんどくて、やっぱ段もすごいじゃないですか、山って。全身のバランスも使うし。で、登り始めて10分ぐらいした時にもう、これはやばいなと。これなんで私ここに来たんだろうみたいな、なんでこれ登ることになってたんだろうみたいな。自分がね、決めたことなんですけども、体も辛すぎて、半泣きになりながらね、もう、はぁはぁ言いながら登ったんですけど、で、登りまして、まずはスサノオノミコトのね、降りてきた場所っていうところに鳥居とね、お社がちょっとありまして、そこにお参りをしてですね。で、もうその日は6月だったんですけど、すっごい風だったんですね。やっぱ上で、ブーみたいな感じで。で、もう全身鳥肌が立ってきて、とりあえず、一位の龍神に会いに行かないとっていうことで、で、ちょっとね、9合目ぐらいまで降りるんですよ。結構急なんですけど、鳥取側の方に降りて、でそこにですね、その一位の木があるんですね。で、その一位の木っていうのがですね、樹齢2000年って言われてます。で、鳥取県のね、日南町さんの方にね、またお伺いしたらまた詳しいこといろいろわかると思うんですけど、で、まずそこに降りていって、もうちょっと結構足とか震えてたんですよ。もう、なんだろうな、人間の世界じゃないところに来たみたいな感じがして、で、そうなんですよ。そこでバックパックから、なんとかベルですね。なんとかボールチーンってやるやつね。名前言えなくてすいません。あれを出して、ブワーって風吹く中でチーンチーンチーンってやって、龍神祝詞を奉献したんですね。で、その様子をうちの主人が携帯で動画を撮ってくれてたんですけど、私のインスタグラムに載せてます。で、その祝詞を読み始めた時にすごい雲のすごい風の中から光が差し込んでくるんですね、何回か。で、その時にその一位の木のこの木ですね、に顔がパーンと浮かび上がるんですね、龍神の。で、ちなみに私の前回の動画の、サムネイルの方にはその一位の龍神が登場しております。ちょっとこちらをね、見てる目とかもね、サムネイルを見たらね、ちょっと感じていただけるんじゃないかなと思います。
でですね、そこでこう頑張ってバーって祝詞をですね、読み上げて、で、無事下山したんですけど、その後かな。下山した後にですね、ワクワクプールとかいうちょっと温泉みたいなオタマジャクシが死ぬほどいるなんかあるんですよ、そういう水辺が。で、そこで子供たちをちょっと遊ばせて、で、車に乗ってホテルに戻った時に、どうとした時にもうすんごいなんか豪雨が来て、なんか雷もバーってなって、うわーみたいな雨が降って、もうバケツひっくり返したみたいな雨で、でうわーすごいなんか、反応いただけたのかなということで、それで無事ね、一の龍神への訪問は、無事、完了したんですけども、まあ実際に、ね、そうやって山に登って会いに行くって結構、クレイジーだねとか言われるんですよ。そうなんです。直感とそういうシンクロニシティで自分はこう動いてきたんですけど、でそれでこの龍神っていうものに出会ってね、ちゃんとご挨拶にも行けたということで、はい、なんかね、それが私の始まりであったわけです。で、ちなみに私は、出雲大社のお守りをもらって、まあ、主人に出会ったわけなので、日本での挙式は、出雲大社の方で、はい、させていただきました。面白いことにね、なぜかその日ね、全員国際カップルが、挙式だったんですね。私たち2番目だったんですけど、なんか前の人も後ろの人も確か国際結婚だったんですね。国際結婚の日みたいな感じで面白かったんですけど、はい。なので、その、出雲との私が、つながりみたいなものを、まずは、そこから、いろいろ始まってきたのかなと思います。私、奈良県出身なんですけど、まあ、自分のね、地域のあたりにはですね、出雲っていうね、エリアがございます。まあ、大宮神社っていうね、神社は私の氏神様なんですけども、まあ、大宮神社自体は、私的には、まあ、出雲族が移住してきて、あそこの大宮神社っていうエリアをね、皆さんをご神体としてエリアをね、コミュニティを作ったんじゃないかなと思ってます。なのでまあ私のルーツ的にもしかしたら、出雲と何か深い関わりがあるのかもしれないなと、はい、今となっては感じてます。はい、というわけで、まあそんなことでですね、シンクロニシティというものがですね、直感というものとで繋がった時には、大きくスピリチュアル的なね、存在が降りてきます。なので、私はですね、思うのは、霊能者の方ばかりが、なんかこうね、メッセージを受けるっていうものではなく、一般のね、私は霊感なんてないですとか、何も見えないですっていう方だって、絶対に何かキャッチしてるんですね。そんなに人類のそんなになんか差はないです、ぶっちゃけ。はい。なので、皆さんも、何かこう神社に行ったりとか、何かこう直感を感じたりとか、何かの一致、シンクロニシティが起きた時っていう時はですね、そういうことを意識して、大きくね、こう、メッセージを受けるような意識で、いていただけると、おそらく夢の中とかね、まあ、あとは街中を歩いている時にパッと目に入ってきたメッセージとか、なんかそういうものからね、メッセージを受け取れるんじゃないかなと、はい、私は思っております。はい。というわけでですね、はい。そんな感じですね。私と一の龍神の、はい、出会いはなんですね。で、あと、最近知ったんですけど、まあ、一の龍神の木ですね。あれは、国の天然記念物国って言えなかった。すいません。本当日本語下手で言語化下手なんですよ。もう、スターシード系はもう喋るの超苦手ですから、私もめっちゃ喋るの苦手なんで、よくこの、ね、YouTube でこんなに喋るのにトライしてるなって自分でも不思議なんですけど、はい。ちょっと話戻しまして、そう、一の龍神の木はですね、樹齢2000年で、国の、天然記念物か何かね、文化財かなに、登録されてます。で、最近分かったことがですね、だいぶ過去にですね、鳥取県の西南町の、内藤さんという方がですね、その昔ですね、一の龍神の木があったあたりですね、鳥取県側の方を、千通山のですね、近隣区域の神域の専用を行われた方だそうで、専用っていうのは、まあ、広く、大衆にですね、はっきりと示して伝えることをね、専用って言うんですけども。で、内藤さんがですね、一位の木を守ってくれたそうです。で、彼がですね、一位の木に出会われた際に、この山は伐採されてはいけないということで、一位の龍神を、守っていただいたということで、いつかね、もしご家族の方がいたらお会いして、本当にね、お話ね、したいなとは思うんですけども、そんなことで、やはり、自分がこうね、シンクロニシティで、友人からここにいるって言われた場所っていうのが、そのような歴史がね、あったっていうのは、やっぱり、なるほどな、っていうふうに、腑に落ちた
ですけども、はい。というわけで、そんな感じで、私と一の龍神のチャネリングは始まったわけです。はい。というわけでですね、本日は、私が、チャネリングでつながっております、島根県奥出雲と鳥取県日南町の、境目にございます、千通山、霊峰千通山の9合目に鎮座されている一の龍神について皆さんにお話しさせていただきました。ということでいかがでしたでしょうか。はい。ちなみにですね、最近ですね、見た YouTube の動画で、絵本作家ののぶみさんという方と、霊能者の雨宮さんという方がですね、日本地図にこう、マークされていく動画があるんですけども、その中にですね、今、すごくエネルギーが高まっていて、パワフルだとおっしゃられている場所がありまして、なんとそのマークされた場所がですね、一の龍神が鎮座する千通山のあたりのこの奥出雲のあたりだったんですね。その動画を見た時にですね、一の龍神の力をね感じ取っておられる方も私以外にもいるんだなということで、すごく嬉しく感じましたということで、ちょっとお話しさせて、はい、いただきました。はい、というわけでですね、次回の動画はですね、今のところちょっといくつか考えてるんですけども、また神社でね、体験した不思議なエピソードでありますとか、神様からの歓迎のサインでありますとか、あとですね、私の自己紹介の動画ですね、どうして新世界のあずさみこと名乗ってるのっていう、そういうね、お話とかもね、いろいろさせていただければなと思っておりますので、よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、どうぞよろしくお願いいたします。というわけで皆様、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。See you later. バイバイ。